さん、こんにちは。中国史上に、名将、領将、国将、大将、猛将など、多くの軍の上級将校が存在しますが、先人と呼べる人物が少ないです。先人とは、まず勇敢であり、兵士たちを率いて先頭に立ち、攻めても負けない、戦っても勝つことができる人物です。孫子の兵法にあるように、兵に情勢なく、水に情景なし、欲的によりて変化して勝つを取る者、これを神という。したがって、中国の歴史を振り返ってみると、先人と呼べるのは以下の10人だけです。今日はこの10人の先人と彼らの結末について話しましょう。第1位は子游です。子游は中国の古代における最初の先人と言えます。長後時代に、旧礼氏族の部族連合の首領であり、容姿が異常に勇猛で前線家でした。伝説によれば、子游は牛のトーテムと鳥のトーテムの族長でもあり、皇帝、炎帝とともに中華三曹と称されています。彼には81人の兄弟がおり、獣の体や銅の頭と鉄の額を持ち、砂や石を食べ、個々に非凡な能力を持っていました。子游は皇帝と旧と戦い、旧と勝利しただけでなく、天性非凡ということもありますが、最も重要なのは彼の武器が非常に優れていたことです。伝説によれば、不義義は木を武器とし、神農は石を武器とし、子游は金の武器とし、子游部族は武器の面で他の部族をリードしていたことがわかります。皇帝と子游の決定的な戦いは卓録の戦いでした。伝説により、子游は空中を飛行し、崖や壁を歩くことができたため、皇帝はなかなか彼を捕まえることができませんでした。自身の中心部まで追いかけたとき、皇帝は突然のインスピレーションを得て、人々に気球川の太鼓を9回激しく打たせました。この時、子游は霊魂を失い、歩くことができなくなり、皇帝に捕まえられました。皇帝は人々に子游に傘をかけ、彼を殺させました。彼が死んだ後、彼の身体と首は二つの場所に埋葬されました。子游が死んだ後、彼の傘を取り外され、荒山に投げ捨てられ、風鈴に変わりました。その風鈴のそれぞれに子游の傘の字の反伝があると言われています。皇帝と子游は3年間激戦し、大正72回の戦闘を経て、反戦の戦い、奇襲の戦い、そして卓録の戦いを経て、最後に子游を卓録の野で撃破しました。もし、炎帝と皇帝、同盟がなかった場合、皇帝と子游の戦いでも、勝敗が決するのは非常に困難だったでしょう。彼は古代カカ族が山の時代から文明の時代の転換に重大な影響を与えたため、この戦争は円光文明の基礎を築く戦争とも呼ばれています。第2位は白起です。白起は別名公孫起で、美勇出身の真の名将であり、優れた軍事家です。彼は兵法に長けており、少女王のために立国を征服し、武安軍に封じられました。
白騎は幼少期から沈黙的で、堅忍可決な性格でした。この点は、彼の青年校の戦争でも現れており、白騎は殺戮に執行があり、徴兵の戦いで趙の40万の降伏者を殺害しました。同時に、白騎は人生で37年間戦場を踏み、70以上の城を攻略しました。彼は戦いで神のように敵を見抜き、奇策で勝利を収め、立国を震撼させ、真の立国統一の過程で巨大な貢献をしました。彼の戦功は素晴らしく、歴史上彼に匹敵する人物はほとんどいません。先人という称号は将軍白騎にとって最もふさわしい呼び名です。なぜなら、白騎は戦場を征服し、多くの敵を殺したが、軍事的な戦略指揮に徹し、権力や利益に関わる小さな策略は持ちませんでした。そのため、最後には人々に陥れられ、自殺することになりました。秦の交流は、秦の少女王から始まったと言われていますが、その過程で、白騎は最も大きな功績を上げました。しかし、白騎の人生の結末は悲惨であり、ただ一語を間違えただけで、少女王に処刑されたのです。徴兵の戦いの後、趙の主力部隊は大きな打撃を受け、白騎は趙の都市邯鄲の一気に攻め落とそうと考えました。しかし、秦の上将范昌は白騎の功績が大きすぎると考え、自分よりも上位になることを恐れ、少女王を口車に乗せて邯鄲攻撃を中止させ、白騎を撤兵させました。白騎は撤兵命令を受け取り、非常に怒り、この千載一遇のチャンスを逃すことになったと感じ、帰還後、大病を患いました。しかしながら、秦王が思わぬ展開に直面することになりました。秦が兵を撤退した直後、趙は他の国々と結託して秦を攻撃し、そのため、秦王は再び白騎を発見して、趙を攻撃させたのです。前回、白騎は邯鄲を攻めようとしたが、秦王が応じず、千載一遇のチャンスを逃した。今回、邯鄲攻撃の命令が出されたが、白騎はやむを理由に受け取らなかった。秦王は横領を派遣して邯鄲を攻撃させたが、横領は将兵を失った上にも邯鄲の攻め落とせなかった。秦王は白騎を直接襲撃させるように頼んだが、白騎は依然として病気を理由に襲撃を拒否し、この戦いは強が多く、傷が少ない可能性が高いため、早めに軍の撤退するといい、秦王は仕方がない。王骨を対象として、邯鄲攻撃に再度派遣したが、長期にわたる攻撃も邯鄲の攻略できなかった。この時、宋も10万の軍隊を送って、秦軍を攻撃し、秦軍は大きな損害を受けました。白騎は秦軍の大損害のニュースを聞いた後、当初、秦王が私の言うことを聞かなかった結果は何だと言いました。秦王は聞いた後、激怒し、白騎に出兵を命じましたが、白騎は相変わらず動じませんでした。最終的に秦軍の敗北のニュースが伝わり、秦王はすべてを白騎の責任を返し、白騎を兵士に降格させ、官僚を離れて他の地に移住させました。
白騎は胸の内に寛容を去りました。親王と大臣たちは協議し、白騎は去る前に不機嫌な様子で不満があるようだったと話し合いました。そこで親王は使者を派遣して、白騎に剣を渡し、実殺するよう命じました。白騎は剣を手に取って天を仰ぎ、ため息をつきました。私に何の罪があるのか、こんな結果を招くことになるとは、と言いながら、白騎はその場で自殺しました。実際には、白騎と親王は典型的な君臣不仲の関係でした。白騎は軍功を挙げた英雄であったが、秦軍が敗北した時に嫌がしを言って、親王を怒らせ、結果的に大きな災難を招いてしまったのです。第3位は韓信です。韓信は現在、中国江蘇省淮安市の出身で、前漢の建国に功績を残し、中国史上著名な軍事家の一人です。昇華、長領と学び、漢の三傑と称され、宝越、英風と学び、漢の三大名将とされています。彼は古代の軍事思想、平権傍観の代表的人物であり、後世に平戦、新将として崇められています。蘇韓戦争の4年にわたる戦いで、韓信が指揮した陳倉の戦い、安勇の戦い、成形の戦い、一水の戦い、外貨の戦いなど、一年の重要な戦闘は、戦争史上の傑作である。韓信はまず、官軍を聞いて、三心の平定し、次に、趙や義を復興し、燕や代を降伏し、山塞を攻略し、最後に外韓の戦いに参加した項羽を討ち取った。韓信の卓越した軍事的才能と戦術は後世の陛下によって尊敬され、国事武装として召喚によって陛下された。彼が創造した優れた戦功と典型的な戦例は古代の戦争史上の奇跡といえ、また彼の軍事史における唯一無二の存在でもある。劉邦も直言した。100万の軍をもってしても戦いに勝ち、攻め落とすことができるようになった。私は関心に及ばないと言いました。司馬公は史実観の中で関心の功績を唱え、漢が天下を得たのは大抵関心の功績であると述べています。つまり、関心がいなかったら、漢も成り立たなかったと言える。あんなに功績を上げた関心がどうやって死んだんですか？関心の家臣の一人が彼を怒らせ、関心は彼を攻撃し、殺すつもりでした。彼の弟が告発状を提出し、旅行に関心が反乱の計画していることを告発しました。旅行は関心を呼び出すつもりでしたが、彼の党派が十分出席しないことを心配し、昇華と共謀し、人を発見して、劉邦のところから帰ってきたようにし、陳規が得られて処刑されたと偽りで、烈公や軍神が祝福に来るということを伝えました。昇華は関心を欺いて、病気でもお祝いに行きましょうと言いました。関心が宮殿に入ると、旅行は武士に命じて関心を縛り、長楽宮の鐘楼で彼を斬首しました。さらに関心の三族も誅殺されました。こうして、漢の建国の第一功臣である関心一族が滅ぼされた。次回は中国史上4番目の先人についてお話しします。ご視聴ありがとうございました。もしこの番組が気に入った場合は、
チャンネル登録を忘れなく。また次の動画で会いましょう。